ございます。ケンです。今回は中古テスラを買う前に確認すべきポイントについてお話をしていきたいと思います。テスラの新車は補助金のおかげで少し手が届きやすくなりましたが、一方で中古テスラを検討している人も増えています。ただ、中古の場合は新車と違って個体差がかなり大きいんですよね。特にテスラは直販モデルで修理も専門性が高いため、購入後に思っていたのと違ったってならないためにも、事前にしっかり確認しておくべきポイントがあります。今回はこれから中古のテスラのモデル3やモデル Y を買おうと思っている方に向けて、特に重要な確認ポイントを6つに絞って解説をしていきます。あくまで一般的な情報としてお聞きいただければと思います。最終的な判断はご自身でしていただければと思います。では、まず最初になぜ中古テスラは確認が特に必要なのか、ここを簡単に触れておきます。新車は中古に比べると状態や保証面で安心しやすいですし、保証もフルでついています。一方、中古の場合は走行距離や使用環境、過去のメンテナンス状況によって状態にかなり差が出ます。特にテスラの場合はバッテリーの状態や保証の残り期間、ソフトウェアの世代などが将来的な満足度や出費に大きく影響します。また、日本ではまだ中古のテスラの取引情報が透明化されていない部分も多く、販売店がどこまで情報を開示しているのか、これがとても重要になります。だからこそ購入前にいくつか確認しておくべきポイントがあるんです。一つ目はバッテリーの劣化状況です。テスラの場合、バッテリーは車両価格の大きな部分を占めていて、劣化が進むと航続距離が短くなったり、将来的に高額な交換費用が発生する可能性があります。確認の方法としては、まずシンプルなのは 100% 充電した時の表示の航続距離を見ることです。ここで新車時のスペックと比べてどれくらい減っているかで大まかな劣化を推定できます。より正確に知りたい場合は販売店に SOH State of Health ですね。この数字を開示してもらえるか確認するのがおすすめです。診断レポートを出してくれる販売店は透明性が高いと言えます。目安としては走行距離が5万から10万キロくらいで5から 10% 程度の劣化が出るのが一般的と言われています。90% 以上であれば比較的良好、85% 下回る場合はやや注意という見方もできます。ただし、ここは少し補足が必要で、テスラは公式に SOH の数値を一般ユーザーに開示はしていません。販売店が提示する SOH はサードパーティーの診断ツールから推定された数値であることが多く、ツールや測定タイミングによって数値がブレることもあります。また 100% 充電時の表示航続距離も BMS、これはバッテリーマネジメントシステム、この学習状態によって変動することがあり、満充電と低充電を数回繰り返すことで表示が回復するケースっていうのもあるんです。なので SOH や航続距離はあくまで参考値の一つとして捉えて、複数の情報を組み合わせて判断するのが現実的だと思います。また、販売店が診断を鈍ったり SOH の開示を拒否する場合は少し慎重になった方がいいかもしれません。一般的な中古の取扱店だとテスラの仕様に詳しくなくて SOH の出し方を知らないケースも多いです。その場合は 100% 充電時の表示距離を見せてもらうのが現実的です。2つ目は保証の残り状況です。テスラには車両の保証とバッテリードライブユニットの保証があります。バッテリー保証は車種、グレード、年式によって条件が異なります。例えばモデル3やモデル Y のスタンダードレンジ LFP バッテリー搭載は8年または16万キロ、ロングレンジやパフォーマンスは8年または 19.2 万キロっていうのが一般的な条件です。容量保証の比率も年式によって変わることがありますので、正確な条件っていうのは必ず購入予定の車両の保証書、もしくはテスラの公式情報で確認してください。中古車の場合、この保証がどれだけ残っているのかっていうのが非常に重要です。保証が残っていれば高額な修理が発生した時に安心できます。確認方法としては、販売店に保証の残存期間を証明してもらうか、テスラのサービスセンターで確認してもらうのが確実です。また、テスラの認定中古車の場合は、残存保証に加えて追加で1年または2万キロの保証がつくケースもあります。一般の中古車と比べて、この点は大きなメリットと言えます。保証がほとんど残っていない車両は
購入後に自己負担で修理が発生するリスクがあるので注意して確認しておいてください。次に3つ目です。3つ目は事故歴、修復歴です。テスラはボディ構造が特殊で、修理には専門的な知識と設備が必要になります。修復歴があると将来的な売却時の価格にも影響が出やすいです。日本の中古車の場合、修復歴の有無は基本的に記載されていますが、テスラの場合は特にどこまで詳しく開示してくれているのか、これがポイントになります。可能であれば、第三者機関の査定書がついているか、または販売店に下回り点検を依頼できるかどうかを確認するといいでしょう。ただし、日本ではテスラの修理履歴が完全に追跡しにくい部分もありますので、事故歴は完璧にはわからないという前提で考えることも大事です。4つ目は、タイヤやブレーキなどの消耗品の状態です。テスラは車体が重く、トルクも強いため、タイヤの消費が比較的早い傾向があります。一方で、回生ブレーキを多用するため、ブレーキパッドの摩耗はガソリン車より少ないのが特徴です。購入前には、タイヤの溝の深さや変摩耗がないか確認しましょう。可能であれば、試乗をして、異音や振動がないかもチェックすると安心です。消耗品の状態が悪いと、購入直後に交換費用がかさむ可能性がありますので、事前に確認しておくことをお勧めします。5つ目はハードウェアの世代と自動運転オプションの有無です。テスラは OTA アップデートで機能が改善していく車なので、ソフトウェアのバージョン自体は Wi-Fi につなげれば後から最新にできます。なので中古選びで絶対に確認してほしいのは、後から交換できない物理的なハードウェアとソフトウェアの権利なんです。まずハードウェアについてですが、確認ポイントは2つあります。1つ目はタッチスクリーンの CPU です。年式によって古いインテムのアトムか新しい AMD ライゼンが積まれているんですが、この違いで画面のサクサク感や動画の読み込み速度が変わってきます。巨大なスマホのような車なので、長く快適に乗るんだったらライゼン搭載モデルが圧倒的におすすめです。2つ目は自動運転コンピューターの世代です。こちらもハードウェア3や4っていった世代があります。将来のアップデートの恩恵をフルに受けたい方は、新しい世代のハードウェア4、つまり AI4 が積まれている方が安心だと思います。そしてもう一つ重要なのが EAP。これはエンハンストオートパイロット、そして FST、フルセルフドライビングといった自動運転オプションが付帯しているかどうかです。テスラには標準のオートパイロットの他に数十万円追加する追加オプションとして EAP や FST が存在します。中古車の中には前のオーナーが購入したこの権利がそのまま引き継がれているお宝車両があるんです。特に日本の道路環境だと高速道路での自動レーンチェンジなどが使える EAP がついているだけでも実用性が格段に上がるので非常に狙い目です。ただし注意点としては、中古車として流通する過程でこれらの権利が外されてしまっている個体も存在します。ですので前のオーナーが買っていたらしいという噂だけで判断するのは危険です。これらを確認するには、車内の画面でコントロールからソフトウェアを開いて自動運転のパッケージがどこまで含まれているのか、これをチェックされてください。そして同じ画面の追加の車両情報というところを押すと、どんなプロセッサが積まれているのか、これもわかります。購入前には必ずご自身の目でこの画面をチェックするようにされてみてください。また日本では FST の機能の多くがまだ正式に利用できません。FST 搭載と表示されていても、現時点では日本で使えるのはオートパイロットや一部のアシスト機能が中心で、北米のような自動運転機能はそのまま使えるわけではないんです。なので FST 付きだから高くてもいいという判断ではなくって、将来的に日本で機能が解禁された時のためのオプションとして捉えるのが現実的だと思います。今すぐ便利になるわけではないという点は理解しておいた方がいいでしょう。最後の6つ目は販売店の信頼性とアフターサービスです。テスラは専門的な知識が必要な車なので、販売店がどれだけテスラを理解しているのか、サポート体制が整っているのかっていうのが非常に重要になります。可能であればテスラの認定中古車も選択肢の一つとして検討してみてください。200項目以上の検査が実施されていて、残存保証に加えて追加保証がつくケースもあります。ただし CPO は在庫が限
限られていたり、民間の中古車より価格が高めなこともありますので、CPO が絶対というわけではなくって、民間の中古車店でも信頼できるところであれば十分選択肢になってくると思います。一般の中古車店で購入する場合は、次の点を特に確認してみてください。SOH や保証残をしっかりと開示しているのか、テスラサービスセンターとの連携実績があったりするのか、購入後のサポートや名義変更、アカウント移管の手順をしっかり説明してくれるのか、透明性をどれだけ出してくれるのか、これが販売店選びの大きな材料になってくると思います。もし今この動画を中古車を販売しているお店の方が見られている場合、僕の方に連絡してもらえれば一度取材に行かせていただきたいと思います。取材の費用はいただいておりません。僕の方が直接行かせてもらって、どういった感じで販売しているのかっていうのを取材させていただければと思います。そしてそれを YouTube でお届けしていきたいと思いますので、もしこの動画を中古車を販売しているお店の方がご覧になってもらっていたら、一度僕に連絡をしてもらって、僕の方が日程を合わせて伺いたいと思いますので、ぜひね、気軽に DM の方よろしくお願いいたします。はい、では最後に新車と中古車を簡単に比較しておきます。新車は保証がフルで付き、最新の仕様が選べるというメリットがあります。一方、中古は価格が抑えられるものの、個体差や保証の残り、過去の使用履歴を確認する必要が出てきます。どちらがいいかは、予算やどれだけ早く乗りたいのか、最新仕様を重視するのかによって変わってきます。中古を選ぶ場合は、今回お話ししたポイントをしっかり確認した上で判断することをお勧めします。はい、ということで今回は中古テスラを買う前に確認しておくべきポイントを6つに絞って解説しました。改めてお伝えしますが、これらはあくまで一般的な目安です。実際の車両の状態や市場状況は個体によって異なりますので、最終的にはご自身でしっかり確認して判断されてみてください。可能であればテスラの認定中古車から検討を始めてみるのも一つの方法です。そしてこの動画がこれから中古テスラを検討されている方の参考になれば嬉しいです。もしこの部分をもっと詳しく知りたいとか、こういうケースはどうなのかといったご質問があればコメントで教えていただければと思います。そして先ほども言いましたけれども、中古取扱店の方がもしご覧になってもらってて、うちを取材してほしいっていうのがあれば無料で行きますので、ぜひね、気軽にお問い合わせの方よろしくお願いします。そして僕はですね、やはり中古のテスラをもっともっと活性化していきたいなと思っていますので、この中古テスラをですね、選ぶ上でみんなが安心して中古のテスラが買えるようになっていけばいいなと思っていますので、ぜひ販売店の方、僕の方が取材に行き宣伝していきたいと思っていますので、ぜひね、気軽にお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、ということで今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。はい、追伸です。今日は中古のテスラに関してお話をしましたけれども、僕の方でも中古テスラの情報を提供しています。僕の方はオークション情報なので、テスラ自体を安く提供はできるんですけれども、今回注意点でお話した部分、ここに関しての情報提供というのがほとんどできません。それでもいいんだったら概要欄の中古テスラ情報の LINE を用意していますので、登録されてみてください。中古テスラ情報を定期的にお届けしています。個人だけではなく法人契約も可能です。ぜひ情報だけでも欲しいと言われる方は登録されてみてください。できるだけ安く買いたい場合はオークションで買うっていうのが一番安く買えると思います。そのオークション情報です。もう少しいろいろと情報を収集して買いたいっていう場合は、テスラの中古の取扱店で買うっていうのがいいと思います。このあたりはどういう風に選ぶのかっていうのはご自身でね、いろいろと検討されたらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、僕は本当中古テスラこれからどんどん広がっていくと思いますので、こういった情報これからもね、発信していきたいと思っております。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。